海は命を育む恵みであると同時に、時に全てを奪う恐ろしい存在です。だから古代の王たちは海の女神を恐れ敬ってきました。水の女神の守りの下で作物は実り、国は栄える。しかしその守りは決して無条件ではありません。王がおごり高ぶり、女神への誓いを忘れたとき、その守りは静かに去り、地震や洪水が国を滅ぼす、そう信じられてきました。ヨーロッパ人によって植民地化される前の時代、東南アジア一帯に広大な勢力を誇ったマジャパヒト王国、歴代の王様がヒンドーや仏教の影響を取り入れながらも最後まで手放さなかった古代の信仰、それが海の女神ニロロ・キドゥルへの祈りでした。海に対する畏敬の念はマジャパヒトだけのものではありません。クメールにはネオトーラ、ベトナムにはマウトーガン、東南アジアでかつて栄えた多くの王朝でよく似た海の女神、水の女神信仰がありました。そして沖縄には二来家内からやってきて島々を作り、稲作をもたらした天海清という女神の神話が残っています。そして日本列島の神話、天皇家の祖先神アマテラスの古代の姿もそんな海の女神だったとしたら、でもアマテラスといえば太陽の女神なのではと思ってしまいますよね。ですが、アマテラスを祀る伊勢神宮は海の近くに建てられていて、海藻、潮といったような海の恵みを備えて神様に返す場所でした。これは農業の神としての太陽神とは少し違った祀られ方です。もしかするとアマテラスは最初から太陽の女神だったわけではないのかもしれません。まずは古事記や日本書紀の中でアマテラスがどのように天皇家と関係づけられていったのか、そこから見ていきましょう。日本の建国神話はイザナギの御事とイザナミの御事が島々を生み出すところから始まります。しかしその後、イザナミは命を落とし、イザナギは亡き妻を追って冥界まで足を踏み入れてしまいます。決して見てはいけないと言われていたイザナミの姿をイザナギは見てしまい、恐ろしくなって現世へ逃げ帰ります。そして冥界の汚れを落とすために川で体を洗ったとき、目柱の神が生まれました。右目から生まれたのが月の神、月読み。左目から生まれたのがアマテラス。鼻から生まれたのがスサノオです。神々の住む世界、高間ヶ原から地上へ降りた最初の神はアマテラスの孫にあたるニニギの御事。そのまた孫が初代天皇とされる神武天皇だと伝えられています。つまり天皇の家系はアマテラスを祖先とする。これが日本神話の基本的な構図です。そのため、もともと存在していたアマテラス信仰が天皇家の祖先神としてふさわしい形に語り直されたのではないかという考え方があります。実際、アマテラス神は太陽神で最高神とされながら、どこか不思議な性格をしています。感情的で傷つきやすく、怒りや悲しみがあると引きこもってしまうのです。その性質が最もよく現れているのが、次にお話しする天の岩戸隠れのエピソードです。アマテラスは七夕爪とも呼ばれ、高間ヶ原には神に捧げる衣を織るための旗織り場がありました。そこでは神々の衣を織る旗織り目たちが日々神聖な仕事に身を捧げていました。そこにスサノオが皮を剥がされた血まみれの馬を陥れたのです。その衝撃と恐怖の中で旗織り目の一人は残忍な死を遂げてしまいました。アマテラスが天の岩戸に隠れてしまったのは、そんなスサノオの残忍な行動に対する反応でした。そしてそのおかげで世界が闇に包まれてしまいます。この話、冒頭でお話しした女神が去れば作物は実らず災いが起こるという南の海の女神神話ととてもよく似た構造です。さらにアマテラスが隠れた岩戸は沖縄にあるガマと呼ばれる洞窟のような場所を思い起こさせます。そしてアマテラスを外へ誘い出すために踊りを踊ったのは雨の娘でした。これも沖縄の巫女
ノロのような存在ですよね。歌い、踊り、楽しませて機嫌を取り戻してもらう。これは神様に寄り添い、迎え入れるという南の海の女神との付き合い方です。長々と呪文を唱えるのは実は大陸から伝わった別の信仰のやり方で、実は沖縄に残っている信仰こそがアマテラスが天皇の祖先神になる前のモデルだったのではないかという説があります。アマテラスの住む高間ヶ原というのも実は沖縄の二来家内ととてもよく似ています。海の向こうという境界を越えると別の世界があるというのが古代人の世界観でした。天海清の天というのは広く果てしない広がりを意味する言葉。そして天照も琉球の天海清のように文化や恵みを運んだ存在だった可能性があります。八重山や宮古などでは神事のために特別な布を織る女性たちは天海清の加護を受ける存在とされてきました。これも実は南の海の女神たちに共通する特徴なのです。古事記や日本書紀が編纂された頃、東アジアには唐や秦らといった大国が存在していました。大陸の文化では、海は混沌や辺境の象徴とされ、天や太陽のような存在こそがより高位のものとみなされていました。しかし、当時の日本列島で広く信仰されていたのは、本来海洋的な性格を持つ女神でした。そうした国々と対等に向き合うため、日本は日の本を名乗るにふさわしい太陽神を中心とした神話体系を必要としたのです。縄文から弥生へと時代が移る中で、日本列島は自給自足的な社会から稲作を基盤とする階層社会へと大きな転換期を迎えていました。その変化とともに流れ込んできた大陸由来の新しい価値や技術、それを象徴する存在として描かれているのがアマテラスの弟スサノオだったと考えることができます。スサノオには鉄器文化や大陸との交流を思わせる外から来た英雄のイメージが重なります。一方でアマテラスは日本的な伝統秩序を守る存在として語られます。もしアマテラスが日本古来の秩序の象徴だとするなら、彼女を揺さぶり、時に混乱をもたらすスサノオは、外から流れ込んできた新しい価値観や変化を体現する存在だった。そんな読み方もできるでしょう。けれど、その再編の過程で完全には整理しきれなかった部分が神話の中に違和感として残りました。中央集権が成立していく過程で、古来の神話は次第に整理され、新しい神話体系へと置き換えられていきました。けれど、神話を変えたからといって、女神との約束が無効になったわけではありません。その代償は形を変え、人々の間につきまといます。なぜこうなったのかわからないという不安として。ということで、今回は天皇家の祖先神になる前のアマテラスが東南アジアや沖縄古来の信仰と似ているということについてお話ししました。これだけ似ている神話が存在するのも、スンダランドが沈んだ後の海域で活動していた古代の海洋ネットワーク、ヌサンダオの存在を考えれば、全く辻褄の合う話なんです。日本の古代神話は、大陸との関係を中心に語られることが多いですが、このチャンネルでは次回もスンダランド的な切り口で日本の古代神話を見ていきます。このような視点にご賛同いただけましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。最後までありがとうございました。また次回お会いしましょう。